どうも皆さん、カイトです。サイバーパンクパズルアドベンチャーミスト探偵テイルズ・オブ・ザ・ネオン・シーをご存知でしょうか。こちらは2023年3月30日に Nintendo Switch PS4 でリリースされ、2023年4月30日に Steam でも日本語翻訳が追加されたゲームになります。早速探偵になってエンドまでクリアしたんですけど、ストーリーが半端なく面白いサイバーパンクでしたね。 2D でぬるぬる動く世界観からのめり込むようなストーリー展開、サイバーパンク特有のロボット感のテイストに先に進むための難解なパズル要素などめちゃくちゃ面白かったです。今回はミスト探偵テイルズ・オブ・ザ・ネオン・シーというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。またこの動画ではラストにつながるネタバレは含まれておりませんのでご安心ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、探偵のレックスが事件を追うサイバーパンクパズルアドベンチャーです。ストーリー重視型にバイアスがかかりがちなんですけど、パズル要素が7割以上あると思ってもらっていいです。サイバーパンクという近未来感を舞台に探偵業を営んでいる主人公が過去のしがらみと交差しながら事件に挑んでいきます。調査パートでは横スクロールでの操作感が主になり、重要アイテムを探索しながら見つけて合致する場所にインタラクトして進んでいき、分析パートでは現場の遺体や周辺を探索しながら分析をして頭の中ロジックを組み立てて真実を探し出す。パズルパートではギミックを動かしながら突破口を見つけてレックスを誘導させて解決に導きます。この作品はおもろい要素あって、相棒の黒猫ちゃんウィリアムの操作パートもあります。こちらの可愛さ、いや操作パートは後で魅力をお伝えしますね。メニュー画面ではメインミッションの確認の他に行き先の掲示、所持アイテムや集めた場所の再確認が可能です。基本的には事件に巻き込まれている主人公レックスが現場を調査しながら真実に迫り、パズルに溢れた謎解きを解決していきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。次にストーリーになるんですけど、近未来なサイバーパンクな世界が舞台。警察の仕事を辞め探偵になってレックスは事件を解決しながらもお酒依存の真っ只中で過ごしていました。ある日バーで友人たちとお酒を交わしていると失踪事件に遭遇し、その事件を捜査することになります。普通の失踪事件と思いきや長年追い続けていた行方不明の殺人鬼が絡んでいるというお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、圧倒的なストーリー描写。私立探偵のレックスを中心に過去をフラッシュバックしながらの捜査はめちゃくちゃ面白い。過去の凶悪殺人鬼の猟奇的な事件も相まみ合ってどんどん交差していくのがドンピシャでしたね。それを 2D ドットで余すことなく表現しています。マジでヌルヌル動き上がる最高やんけ。ハードボイルド感たっぷりのレックスのちょっとしたポンコツぶりから、愉快なモブキャラの BBX や何かと手助けをしてくれる警官ロイド、名探偵を思わせるナコンから生かしたじいちゃんチャールズなど、進むたびにストーリーに厚みを持たせてくれます。正直一番かっこいいんは殺人鬼のノア一択で、人間とロボットを掛け合わせてアートを作ってるやべえ人。2、相棒の黒猫ウィリアムが可愛い。公式でもなぜか猫推しをしていますが、ほんまに猫推しになるぐらい活躍するのが黒猫ウィリアム。勝手に主人公の家に居座ってる猫なんですけど、何かとピンチになると助けに来てくれますが、ちゃんと猫パートで操作して謎を解くパートもあるのが面白いところ。猫ちゃんだけの縄張りでウィリアムが証拠品を探すための操作とパズルがしっかりと用意されてるんですよね。また旅とか焼けちゃう。また協力してステージを突破する場面もちらほらあるんで、主人公以外も操作して楽しめる点では大きなポイント。3、パズル要素が7割以上。ストーリーベースで進行はしていくものの、パズル要素が7割以上あるんがミスト探偵テイルズ・オブ・ザ・ネオン・シー。しょっぱなから酔いさましのドリンクを作るだけでもいろいろ探索してからの組み合わせパズルに暗証番号入力、バルブを動かしての水源システムに次元爆弾解除など、プレイした肌感覚的には難易度低いものから高いものまで20個以上はあったかなと。いやはや解いてやんよと
ほんまに意味不明な謎解きも多数あるんですけど、全体的にヒントが隠されてるんで、解けた瞬間のテンションの上がりようはぜひ味わってほしい。またパズルギミック動作させるヒントはチェックマークがつかない場所でも探索ポイントになるんで、決定ボタン連打で探すのが一番手っ取り早かったですね。これらを踏まえても攻略しがいがありました。4、クリア時間は10時間。ある意味衝撃のラストまでのクリア時間は10時間ほどでした。メインクエストの他にも道中ではサブクエストも発生するんで、適度にサブクエストをこなしてたとこれぐらい。サブクエは進行中にクリアしないと次のチャプターに入った瞬間に消えてしまいますのでご注意を。サブクエは内容を深掘りするイベントなんでラストには影響しないかなと。猟奇的な殺人鬼ノアがどんどん暴走していく様は太鼓好きには最高に上がったんで、ぜひクリアまでプレイして確かめてほしい。以上になります。サイバーパンクパズルアドベンチャーミスト探偵テイルズ・オブ・ザ・ネオン・シー。探偵レックスで事件捜査に勤しみながら黒猫ウィリアムで癒される。パズルの難易度の振り幅が大きいながらも突破できた時の安堵感。この機会にぜひレックスと一緒に猟奇的殺人鬼を追っかけてみませんか。きっとパズル要素が多すぎてマジでこれどう解いたらええねんって自問自答しまくること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。